春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、レベルストリーミングを使用して、ゲームプロジェクトを最適化してみようと思います。レベルストリーミングやってみた、レベル管理、その2。実際に作ってみましょう。1、レベルストリーミングって、レベルストリーミングは、一度に全てをロードするのではなく、プレイ中に特定の領域を非同期で動的にロード、アンロードして、レベルの可視性を切り替えます。それにより、メモリを削減し、シームレスなワールドを作成する方法です。メリットとして、レベルストリーミング機能を使用すると、必要な部分のみが任意の時点でレンダリングされます。必要な部分のみにリソースを使用するので、CPU や GPU の負荷を軽減し、フレームレートが良くなり、パフォーマンスが向上します。1-1、パーシスタントレベルの作成。まずは、パーシスタントレベルを作成します。ファイル、新規レベル、基本レベルを作成します。ファイル、現行レベルを保存。名前をパーシステントレベルにします。作業フォルダに保存します。パーシスタントレベルは、主にストリーミングレベルが出入りするレベルで、管理のために使用するマスターレベルです。ライティング関連は、各ストリーミングレベルで設定できますが、今回はマスターレベルで管理するようにします。アウトライナーを整理します。ライティングフォルダ名をパーシステントレベルにします。プレイヤースタートの位置を調整して、パーシステントレベルに入れます。今回は、フロアは削除します。ポストプロセスもマスターレベルで管理するようにします。ポストプロセスボリュームを配置します。アウトライナーでパーシステントレベルフォルダに入れます。詳細パネルでポストプロセスボリュームを調整します。1-2、ストリーミングレベル、サブレベル、ストリーミングレベル用のレベルは事前に準備済みです。ストリーミングレベルは、レベルズウィンドウで管理します。上部メニューのウィンドウ、レベルで、レベルズウィンドウを開きます。ストリーミングレベルをレベルズウィンドウのパーシスタントレベル配下にドラッグ&ドロップします。レベルを重ねて表示させることもできます。レベルの詳細より、位置を調整することで、さらに大きいワールドを作成できます。一旦、起動してみましょう。まだ、何もないですね。これはマスターレベルであるパーシスタントレベルしか起動していないからです。ストリーミングレベルは、オルウェイズローディド、常にロード済みに設定するか、レベルストリーミングボリューム、ブループリントまたは C++ でロードする必要があります。1-3、ストリーミング方法を変更。レベルズウィンドウ、レベル001を右クリック。ストリーミング方法を変更で、常にロード済みまたはブループリントに設定できます。常にロード済みに設定した場合、パーシスタントレベルと一緒にロードされます。この時、そのレベルに割り当てられたストリーミングボリュームや、ブループリントまたは C++ から送られたロード、アンロード要求は無視されます。常にロード済みのサブレベルは、マスターレベルであるパーシスタントレベルを変更しない限り、ストリーミングされることはありません。ブループリントに設定した場合、レベルストリーミングボリューム、ブループリントまたは C++ で、動的にロード、アンロードすることができます。2、レベルストリーミングボリューム。レベルストリーミングボリュームは、レベルと関連づいているレベルストリーミングボリューム内に視点があるかどうかによって、ストリーミングレベルに対するロード、アンロードのリクエストが発行されます。レベルストリーミングボリュームを配置して、レベル002に近づくと、レベル002がロードされ、表示されるようにします。レベル002以外のストリーミングレベルは一旦非表示にします。レベルストリーミングボリュームは、パーシスタントレベルに配置します。作業レベルをパーシスタントレベルにします。パーシスタントレベルを右クリック、現在のレベルに設定を選択します。アクタを配置パネル、ボリュームズタブ。レベルストリーミングボリュームをレベルにドラッグします。レベルストリーミングボリュームがレベル002全体を囲むように調節します。レベルストリーミングボリュームは、アクティブなカメラがどこにいるかを自動で認識します。カメラが配置される場所に合わせて、
レベルストリーミングボリュームのサイズと位置を調節する必要があります。レベルズウィンドウより、レベル002を選択、レベルの詳細アイコンをクリック、レベルの詳細タブを開きます。ストリーミングボリュームズにエレメントを追加します。プルダウンメニューもしくはスポイトで、レベルにドラッグしたレベルストリーミングボリュームを選択します。これでレベルストリーミングボリュームとレベル002が紐づきましたね。イニシャリーローディド、最初にロード済みと、イニシャリービジブル、最初に表示は無効にします。レベルの詳細タブを閉じます。2の1、詳細パネルのプロパティ、レベルストリーミングボリュームを選択します。詳細パネル、レベルストリーミングボリュームで、プロパティを設定します。ストリーミングレベルズは、このレベルストリーミングボリュームに影響を受けるレベルです。エディタープレビジブルオンリーは、トゥルーの場合、ストリーミングボリュームはエディタでのプレビューのみに使用できます。テストプレビューに使います。エディタープレビジブルオンリーを無効にします。ディスエイブルドは、トゥルーの場合、レベルストリーミングボリュームは無視されます。レベルストリーミングボリュームは、レベルと紐づいているので、レベルから切り離さないで一旦、レベルストリーミングボリュームを無効にしたいときとか、またはブループリントとレベルストリーミングボリューム間で、ストリーミングを切り替えたいときに使用されます。ディスエイブルドを無効にします。ストリーミングユーセージは、ボリュームの使用目的です。ロードの制御、ロードと可視性、または可視性のみ、ロード時にブロック、などを判断します。ストリーミングユーセージを SVB ビジビリティブロッキングオンロードに設定します。レベル002以外のストリーミングレベルを表示にします。起動してみましょう。プレイヤーがレベルストリーミングボリュームに重なると、レベル002がロードされます。プレイヤーがレベルストリーミングボリュームから離れると、レベル002がアンロードされます。実際には、レベルストリーミングボリュームは、アクティブなカメラに反応します。レベル002でプレイしているときは、プレイヤーのカメラがレベルストリーミングボリューム内に配置されるように調節する必要があります。ちなみに、ミニマムタイムビトゥインボリューム&ロードリクエスツプロパティ。プレイヤーがレベルストリーミングボリュームの境界を行ったり来たりすると、誤ったロード、アンロードリクエストを発行する原因となります。それを防ぐために、アンロードリクエストへの応答を遅らせるようにします。つまり、ロードしていないのにアンロードしようとすることを防ぎます。レベルの詳細タブを開きます。ミニマムタイムビトゥインボリューム&ロードリクエスツ、ボリューム&ロード要求間の最小時間プロパティで、変更して調整することができます。デフォルトで 2.0 秒です。2の3、レベルストリーミングボリュームの負荷、レベルストリーミングのパフォーマンスをモニタリングすることができます。統計、アドバンスド、ストリーミングデテイルを有効にします。起動してみましょう。ストリーミングボリュームズ統計は、フレームごとにプレイヤーの視点に対してテストされた、レベルストリーミングボリューム数を追跡します。ボリュームストリーミングティック統計は、フレームごとに、ビューワールド、プロセスレベルストリーミングボリュームズに、かかった時間の合計を追跡します。レベルストリーミングボリュームは、スクリプト処理が必要ないので、使い方が簡単で管理しやすいです。システムのロード要求が変化しても、ストリーミングボリュームの大きさを変更すれば、レベルのロード、アンロードの挙動を修正できます。3、ブループリントを使ってレベルをロード、アンロード、ブループリントで作成したストリーミングアクタで、レベルストリーミングします。3の1、ブループリントでレベルをロード、プレイヤーがレベル002からレベル003に移動するときに、レベル003がロードするようにします。レベル003以外のストリーミングレベルは一旦非表示にします。パーシスタントレベルを右クリック、現在のレベルに設定を選択します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ、名前を BP レベルストリーマーにします。ファイルを開きます。キャラクターがボックスコンポーネントをオーバーラップしたら、レベルをストリーミングします。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンコンポーネントを追加します。名前をボックスコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 100.0、100.0、100.0 にします。ボックスコリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフに、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。
アザーアクターピンよりイコールノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードよりブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。ロードストリームレベルバイオブジェクトリファレンスノードを配置します。ロードストリームレベルバイオブジェクトリファレンスノードはオブジェクト参照でレベルストリームをロードします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。レベルピンを右クリックして変数に昇格します。名前をレベルアレイにします。変数レベルアリゲットノードを一旦削除します。変数の型を配列にします。インスタンス編集可能を有効にします。変数レベルアリゲットノードを配置します。変数レベルアレイよりゲットアコピーノードを配置します。下のピンを右クリックして変数に昇格します。名前をレベルナンバーにします。インスタンス編集可能を有効にします。ゲットアコピーノードをレベルピンにつなぎます。メイクビジブルアフターロードロード後に表示するを有効にします。シュッドブロックオンロードロード時にブロックするを有効にします。シュッドブロックオンロードはロード時に他をブロックします。コンパイルして保存します。DP レベルストリーマーをレベル003上に配置します。レベル全体を囲むようにスケールを調節します。詳細パネル、デフォルトでレベルアリーにレベルをセットします。レベルが5つあるので、エレメントを5つにします。レベルアリーにストリーミングレベルをセットします。レベルナンバーを指定します。レベル003はインデックス3なので、3にします。レベル003以外のストリーミングレベルを表示にします。起動してみましょう。プレイヤーがレベル002からレベル003に移動するときに、レベル003がロードしましたね。3-2、ブループリントでレベルをアンロード。プレイヤーがボックスコリジョンコンポーネントから出ると、レベル003からレベル002に移動すると、レベル003がアンロードするようにします。DP レベルストリーマーを開きます。ボックスコリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップを追加します。イベントグラフに、オンコンポーネントエンドオーバーラップノードが追加されます。プレイヤー判定をコピーして貼り付けます。イコールノードをアザーアクターピンにつなぎます。ブランチノード、オンコンポーネントエンドオーバーラップノードにつなぎます。アンロードストリームレベル、バイオブジェクトリファレンスノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数レベルアリ、ゲットノードを配置します。変数レベルアリ、ゲットノードより、ゲット、アコピーノードを配置します。変数レベルナンバー、ゲットノードを配置します。ゲット、アコピーノードの下のピンにつなぎます。ゲット、アコピーノードをレベルピンにつなぎます。シュッドブロックオンアンロード、アンロード時にブロックするは無効にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。プレイヤーがレベル003からレベル002に移動して、ボックスコリジョンコンポーネントから出ると、レベル003がアンロードしましたね。4、カレントレベル、検証、レベルストリーミングボリュームや、ブループリントでのストリーミングでレベルを表示しているとき、カレントレベルがどうなっているのかを検証します。DP サードパーソンキャラクターを開きます。イベントティックノードを配置します。ゲットカレントレベルネームノードを配置します。ゲットカレントレベルネームノードは、現在開いているレベルの名前を取得します。イベントティックノードにつなぎます。プリントストリングノードを配置します。ゲットカレントレベルネームノードにつなぎます。コ
コンパイルして保存します。起動してみましょう。レベル002やレベル003に移動しても、カレントレベルは、パーシステントレベルのままですね。ということは、ストリーミングレベルに移動しても、キャラクターは再ロードされないので、キャラクターが保持しているデータは全てそのまま残るってことですね。5、レベルに関連付けられたストリーミングボリュームがある場合、レベルストリーミングボリュームがすでにある場合、ブループリントでのストリーミングは正しく動作しません。最初に作成したストリーミングボリュームをレベル003にも関連付けてみます。レベルズウィンドウでレベル003を選択します。レベルの詳細を開きます。ストリームイングボリュームズにエレメントを追加します。プルダウンより、レベルストリームイングボリュームを選択します。レベルの詳細を閉じます。起動してみましょう。レベルストリーミングボリュームに入ったので、レベル003が表示されます。このあたりで、ブループリントで作成したストリーミングアクタのボックスコリジョンに入っているはずです。進んでみましょう。レベルストリーミングボリュームから出るとレベル003が消えてしまいましたね。レベルに関連付けられたストリーミングボリュームがある場合、ブループリントより、ストリーミングボリュームが優先されるようです。設定ファイル。移動ギリギリでロードすると、落下しないかちょっとビビりますね。レベルストリーミングを使うメリットは、メモリの効率化、必要な部分だけをロードし、不要な部分をアンロードすることで、メモリ使用量を削減します。これにより、大規模なワールドでもスムーズな動作が可能になります。シームレスなゲーム体験。プレイヤーが移動する際に、異なるエリアをシームレスにロード、アンロードできるため、ロード画面を最小限に抑えた没入感の高いゲームを提供します。開発効率の向上。レベルを分割して管理することで、複数の開発者が同時に異なるエリアを作業できるため、チームでの開発が効率的になります。パフォーマンスの最適化。ゲーム中に表示されるエリアだけをレンダリングするため、CPU や GPU の負荷を軽減し、フレームレートの向上が期待できます。柔軟なライティングとエフェクトの切り替え。異なるレベルごとにライティングやエフェクトを設定できるため、シーンの雰囲気や演出を柔軟に変更可能です。広大なマップの実現。広大なオープンワールドを構築する際に、プレイヤーが近づくエリアのみをロードし、遠くのエリアをアンロードすることで、リソースを効率的に使用できます。デバッグとテストの容易さ。個別のレベルをロードしてテストできるため、特定のエリアや機能のデバッグが容易になります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。